皆さんこんにちは。バンテック追記でございます。今日ご案内する車はバンテックでも唯一の軽キャンピングカールネッタ紹介させていただきたいと思います。はい、ということでこのルネッタのベースになっているアトレーについて少しご案内させていただきます。まずですね、このアトレーのエンジンなんですけれども、660cc の DOHC ターボということですね。インタークーラーターボということになっておりますので、非常にトルクもあり、高回転でもよく回ると、非常にパワフルなエンジンが乗っています。そしてこのエンジンだけではなくてですね、今回このアトレー、トランスミッションも CVT になっておりまして、非常にパワーロスも少なく、そして加速の部分も非常にねスムーズに走ってくれるパワートレインとなっております。はい、それではこの軽キャンピングカールネッタのボディサイズからご案内させていただきます。まず全長、長さの方が 3395mm、そして全幅、幅ですね、幅の方が 1475mm、そして全高、高さの方が 1890mm、軽自動車の一般的なサイズになっております。はい、そしてですね、このフロントガラスの上の部分についている、カメラのレーダー、そしてフロントバンパーのところについている、ソナーセンサー、そしてここのミリ波レーダー、グリルのところについているミリ波レーダーというのを駆使してですね、さまざまな、例えば飛び出しとか追突防止、あとアクセルブレーキの踏み間違い、そういったものも全て制御できるような、安全運転をアシストする機能というのも、非常に豊富に装備されております。はい、そしてですね、このヘッドライトの部分なんですが、こちら、全て LED になっています。上の段がハイビームということになっているんですが、こちらですね、非常によくできております。カメラレーダーが追い越し車線を走っている車を感知した場合は、例えば外側の部分のライトを消す、でも正面だけは照らしておくとかですね、逆にハンドルを切った場合は、切った方向のライトをつける、というような形で、通常であればオートレベリング機能はついているんですけれども、上下だけではなく横の部分の明るさというのもこの4つのライトを駆使して制御しております。はい、続きまして、車の右側の方にやってきました。こちらの方ですね、このルネッタに関しましてはドアミラーの方にウインカーがついていると。はい、あとですね、このスライドドア、こちらがですね、今右側なんですけれども、右側の方もなんと自動のスライドドアになっております。そしてこのサイドドアの、窓の部分につきましてはポップアップ付きの窓ガラスということになっております。はい、そして車両後方の部分にやってまいりました。なんといってもこの一番の特徴はこの大きなリアゲート。この大きなリアゲートはこの車内のメインのアクセスになりますので、非常に使いやすく、なっております。そしてですね、このテールランプのデザインなんかもこうクリアになっていたりとか、あとこのリアゲートの取っ手の部分ですね、取っ手の部分のところにも、リアカメラがついております。あとですね、リアバンパー、こちらもですね、ソナーセンサーがついておりますので、踏み間違い防止とかの、機能も備わっております。はい、そしてですね、ちょっと分かりにくいんですが、このナンバープレートの上の部分、こちらにですね、外部の入力コンセントがついております。専用の、ケーブルを使って100V の電気をこちらから入力することによって室内の電気をその、外部から供給することができるようになっております。そして、このリアバンパーの下の部分、ちょっと分かりにくいのですが、このシルバーの部分ですね、これがですね FF ヒーターの排気管となっております。FF ヒーターは、内部で燃焼して、その燃焼した排気ガスをこちらから排出するというような形になっております。はい、それではこのルネッタのですね車内の方ご案内していきたいと思います。まずですね、この軽キャンピングカー、しかもこのバンコンタイプということで、実は室内のスペースが
かなり制限されております。なので実は家具のレイアウトについてはなるべく最小限にとどめているというのが一つのこのルネッタのコンセプトになっております。それでいてですね、しっかり質感であったりデザイン性というのを出すために家具の方もですね1枚の板をこう曲げていくようなデザイン、そして間接照明とか、なるべく中にいても狭さを感じさせないようなデザインとなっております。はい、まずこのルネッタなんですが、このまず室内で過ごす時間非常に多いこのキャンピングカー、このマットというのが非常に重要ということで、このマットにつきましてはですね、この低陣性の V ラップを採用したマット、こちらがですね室内のマットすべてに装備されております。室内の長さが1660ということで、軽キャンピングカーのベッドのスペースとしてではなるべく最大限に確保できるような形になっております。そしてですね、この車両右側ですね、右側の後方にはテレビがついております。このテレビなんですけれども、このテレビ本体はですね、オプションなんですが、このテレビアームというのがついておりまして、このテレビアーム、室内でも室外でもですねテレビを見れるように、かなり自由に角度がつくようなテレビアーム標準装備となっております。はい、そしてこのテレビの下の部分のところにはですね電子装置になっておりまして、ここにですね 120W のインバーター、こちらが標準装備となっております。なので、100V のコンセントからですね最大 120W までの電気使うことができるようになっております。はい、そして車両左側の部分、こちらはですね、水回り系がついております。まずですね、この上のプレートですね、マルチに使えるこの金属のプレートを使っております。まず表面がですね鏡面仕上げになっておりますので鏡として、使える。そして鉄板なので例えばマグネット式のフックであったりとかそういったものも使えるようになっております。またですね、表面がしっかり平らになっているので、何かこう吸盤でね使える棚とか吸盤で固定するような棚とか、マルチに使えるようなプレート、こちら準備しております。そしてその下ですね、こちらがですね、伸縮式のシャワーノズルになっております。はい、こちらもスイッチ式のフォーセットになっておりますので、これをオンにすると水タンクから水が出ます。こちらの水タンク、容量は5リッターということになっておりますので、ちょっとね簡単に外で手を流していたりとか、あとこちら金属プレートの下の部分につきましては、はい、シンクになっておりますので、こちらで水を流すというようなことも可能になっております。そしてですね、このシンクの下のところにはですねバッテリーが積んであります。このバッテリーはですねリチウムイオンバッテリーで、容量は 50A、 非常にコンパクトな、バッテリーとなっております。はい、そして今このルネッタのオプション装備ということになるんですけれども、プルダウン式のベッドがこのルネッタにはついております。このプルダウンベッドなんですけれども、簡易的なベッドとしてはもちろん、室内に載せているですね、荷物とかをですね置く簡単な、簡易的な荷物置きとしても使えますので、このプルダウンベッドを下ろすことによって下のスペース、ベッドのスペースをですね広々使えるようになっております。はい、そしてですね今セカンドシートを展開して通常モードのレイアウトにしてみました。実はですね、今までそのセカンドシートの上にあったマットについてはこの後ろのですねマットの下の部分、こちらにしっかり今2枚収納されております。なので、この状態で、通常モードとしてもですねこのスペースしっかり稼げているので、大きな荷物も積むことができるようになっております。はい、そしてですね今このテーブルを展開してみました。こちらですねここにパイプがついておりまして、これに固定をするような形、そして足を出すことによって外で使えるテーブル。実はですねこのテーブルリアゲートの後ろ側に格納してあったんですけれども、それをですね取り外してアウトドアテーブルとしても使えます。またですねこのリアゲートを閉めた状態でテーブル展開できるようになっておりますので、室内のテーブルとしても使えるようになっております。
はい、ということで今回はバンテック唯一の軽キャンピングカールネッタ、こちらを紹介させていただきました。はい、この軽キャンピングカーですね、非常にそのベースとして走行性能も非常に高まっておりますので、長い旅、またですね街乗りでも安全機能が様々ついておりますので、街乗りでも使える車としての性能、そして、室内ですね非常に広々と使える室内、そしてまた、デザイン性もちょっとこう高級感を持たせたデザイン、そして、セカンドシートを立ち上げると大きな荷室、そのまま使える大きな荷室と、まさにですね、キャンピングカー、車中泊、そして、普段のお買い物にも使える、はい、そんなオールマイティーなこの軽キャンピングカールネッタ、ぜひですね今軽キャンピングカーちょっと検討されている方、このルネッタもですね一つの選択肢としていただければと思います。はい、ということで今回はバンテック唯一の軽キャンピングカールネッタ紹介させていただきました。以上バンテック鈴木がお送りいたしました。